こんにちは、6月19日土曜日です。今日はですね、サバイバル的物々交換、世界が崩壊した後、物々交換や取引に必要なおすすめのアイテム6種類とはというテーマで、ご紹介したいと思います。ご紹介するテーマは3つ。1つ目、物々交換の歴史ということで、世界恐慌を例に崩壊後に必要なスキルとして物々交換というのが挙げられています。2つ目、事態が悪化する前にストックしておくと良い物々交換のグッズは何かで、3つ目はまとめということで、自らのサバイバルスキルを高めながら日頃から使っているものを少数精鋭で保持しておくことがコツという順番でご紹介していきたいと思います。では1つ目、物々交換の歴史ということで、世界恐慌を例に何らかの理由で社会が崩壊してしまった後、必要なスキルとして物々交換が挙げられています。物々交換の歴史として世界恐慌の例に勝るものはありません。世界恐慌の時、アメリカでは家族を養い生き延びるために物々交換のシステムに頼っていました。物々交換をする人もいれば、貴重な技術を持っている人は自分の知識や時間を物と交換しました。で、ご存知の通り、日本でもね、戦時中は高価な着物なんかを田舎へ持って行って食べ物と交換してもらうっていう人が大勢いました。で、今の社会ではそんなことは起こり得ないと思っている方は、ここ 2,3 年の間にベネズエラで起きたことっていうのをご存じないのかもしれません。ハイパーインフレに見舞われたベネズエラでは、通貨が極めて不安定で不足しているため、多くの人々が物々交換の経済に戻っています。安い商品を買うのにも山のように紙幣が必要ですが、そもそも商品の流通量が少ないのです。ベネズエラのハイパーインフレ率は、一時は 42,000% に達していると言われています。かつて南米で最も繁栄していた国の一つであったベネズエラは、社会主義政策によって終末論的なディストピアになってしまいました。生き残るために企業は自社のサービスをパンや缶詰などと交換するようになりました。また SNS を利用して自分の持ち物を交換してくれる相手を探している人もいます。で、今現在のベネズエラ、2020年の情報なんですけれども、インフレ率をちょっと確認してみたら、今 3000% ぐらいになっているということですね。それでもね、すごいなと思うんですけれど、では次、事態が悪化する前にストックしておくと良い物々交換グッズは何か。もしあなたが生き延びるための準備をしているのなら、紙幣が価値を失った場合、あるいは災害、食糧危機、世界大戦などあらゆる場面を想定し、人気のある物々交換用のアイテムを選び抜いて備蓄しておく必要があります。どのようなものを備蓄するかは状況によって異なりますが、一般的にはこれからご紹介するアイテムはすべて需要が高くなると考えられます。1つ目、浄水器。多くの人は崩壊後にきれいな飲み水を確保することがどれほど難しいかというのを理解していません。浄水場の運転が停止すると、人々は飲料水を浄化する方法を探すのに奔走することになります。溶素剤、漂白剤、浄水器、水筒、炊飯器などが必要になり、需要が高まります。2つ目、武器になるものと、それらを安全に持ち運ぶケースなど。日本ではですね、アメリカのように銃を所持することはできないので、武器といってもピンとこない人多いと思いますが、要するに防犯グッズや護身グッズっていう風に考えると分かりやすいかなと思います。で、防犯護身グッズの専門店っていうのが、ありますので、そちらのリンクをね、説明欄に貼っておきます。あと楽天ではですね、熊よけのペッパースプレーなんていうのも売ってたりします。で、注意点として、催涙スプレーなどを持ち歩くっていうのは軽犯罪法に違反する場合があるので、各自でね、法律を確認されることをお勧めします。そして3つ目、お酒。
いつの時代も物々交換の定番アイテムということで、アルコールを物々交換の道具として使う歴史は古くからあります。困難な時代には必ずアルコール飲料の市場が発生します。つまり、危機的な状況下に耐えきれず、悲しみをお酒でごまかしたいと思う人が、大量に出てくるということで、ウイスキーやウォッカなどのハードリカーは保存期間が長いため、最適な選択肢となります。ということで、私はねウイスキーもウォッカもあんまり飲まないので、個人的にはね、自分用にちょっと高いいいお酒、お酒自体もあんま飲まないんですけれど、あとはもう料理酒としてね、日本酒とか焼酎なんかを持っておきたいなというふうに思いました。その方がね無駄がないなと思ったので、次4つ目、薬と医療用品。持病がある方は必須なんですけれども、病院の処方薬っていうのは非常に人気の高いアイテムになります。抗生物質や解熱鎮痛剤、あと場合によってはアレルギーの薬など準備するものは人それぞれとなります。次5つ目、食料と水。災害大国日本ではね、もうこれはご準備済みの人も多いかなというふうに思うんですけれども、もしまだ準備されていないようであれば、多少高額であっても消費期限がね長いものを購入しておいた方がいいかなと思います。最終的には、消費期限が長いものを買っておいた方がコスパがいいんですね。で、具体的に何がいいかというと、缶詰類、あとは乾燥した状態で豆類、そして米ですね。お米は玄米の方がいいと思いますけれど、真空パックの方がいいですね。で、あとは小麦粉みたいなパンを作るためのもの、あとは砂糖、蜂蜜、香辛料、塩で、お塩がないと人は死んでしまうので、お塩はね絶対必要ですね。で、次油、あとは粉ミルクだったりスキムミルクだったりで、あとは人気のあるスナックとかキャンディー、そしてあとコーヒーで、コーヒーは豆の状態で準備しておいた方が酸化が少なくて長期保存に向いているかなと思います。で、これももちろんね真空パックの方がおすすめですね。で、他にもねいろいろあると思うんですけれど、今ご紹介したものが比較的ね万人受けするというか、需要が高くなりやすいものということですね。で、次6つ目、食料以外のアイテムということで、主に衛生用品になってくるんですけれども、身の回りをね清潔に保つっていうのは病気や怪我なんかの二次災害を防ぐことにもなってくるので、これらもね必須アイテムだと思います。で、少し量が多いので一気にご紹介します。まず洗面用具、トイレットペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、衛生用品などで、次電池、特に充電式、そして、単3や単4のサイズのものは需要が高いです。次ライターとマッチ、ろうそくやキャンプ用のストーブ、オイルランプなどもこのカテゴリーに入ります。で、次燃料、これはプロパンガスだったり、あとはガスコンロ用のねガスだったりで、次懐中電灯、そして、レジャーなんですけれど、これはですねトランプとかサイコロとか、あと本、そういったものですね。で、次は工具ですね。接着剤だったり、あとは DIY 用のね、家や車なんかの修理ができるような、そういった工具ですね。次農具、これらは家庭菜園で必要になってきます。そして、アウトドア用品全般、物々交換用に買いだめするっていうことではなくて、その買い替えなどでね古くなってしまったアウトドア用品も捨てずに残しておくといいと思います。で、最後にスキルとか、DIY の知識とかそういったものですね。もう物々交換するものが何にもなくなっちゃったとしても、家だったり車だったりっていうのを修理することができる人っていうのは、そういった自分の技術とものを交換してもらうってことができるんじゃないかなと思います。ではまとめということで、自らのねサバイバルスキルを高めながら物々交換可能なものを少数精鋭で保持しておくことがコツということで、物々交換に向いていそうなものというのを、ご紹介させていただいたんですけれど、あまりにもたくさんの種類のものをその物々交換のためだけにたくさん備蓄しておくっていうのもなかなか難しいなと思います。で、我が家の場合はその命を守る優先順位の高いものから優先的に選んで少数精鋭で備蓄していますね。
例えばいつもご紹介している携帯浄水器のソーヤだったり、あれはもううち今予備も含めて5本持ってるかな。であとは、アルミブランケットっていうんですかね、エマージェンシーシート、アルミでできてる100均でも買えますよね。あれも少し多めにうちは用意してあります。で、物々交換可能なものっていうのはそのものだけではなくて、先ほどもご紹介しましたようにその何かを直したり、あとはいつもご紹介しているその家庭菜園、自給自足でその野菜を作るっていうことができたり、あとはきれいな水を提供することができるっていうような、雨水タンクのことですけれど、そういった、技術が自分にあれば、その技術と何かを交換してもらうっていうことが可能になると思うんですね。で、普段の自分に必要のないものを物々交換用にっていうことで買いだめする必要はないと思うので、それよりかは日頃自分が使っているものを少数精鋭にねもっと絞り込んだ上でそれをね少し多めに持っておくっていうのが、一番身軽で管理がしやすくて、コスパもいいんじゃないかなと思います。で、私はやっぱり野菜を作るっていう技術をねもう今のうちに高めておきたいなと思って、今はねネギとシソと、シシトウと、あとこの間スーパーで買ったリンゴの種を植えたら芽が出たので、そのまま育て続けようかなと思っていて、であとはミニトマトを今育ててますね。で、野菜をね自分で作るっていうことができれば、もちろん家族を守ることができるし、作りすぎちゃった分をね誰かと交換することもできるので、やっぱりね野菜作れる技術っていうのはね強いと思います、これからはね。なので、一人でも多くの人にその家庭菜園っていうのを、プランターでもいいので始めていただけたらなというふうに思います。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。